動画をご覧の皆さん、こんにちは。こちらの動画ではシンガポール航空ビジネスクラスで行く福岡発バリ島行きの様子をご紹介します。スタートは羽田空港から。では行ってみましょう。今回の工程です。シンガポール航空ビジネスクラスを使って福岡からチャンギからバリ島、バリ島からチャンギ、福岡と往復していく工程になっております。費用の合計は22万1250円。2020年9月購入し、25年1月搭乗分となります。なぜ福岡発で買ったかというとですね、この時期の、同じ東京発のシンガポール航空ビジネスクラスだと30万とか、もう高い時だと40万ぐらいになってしまっていたのが、福岡だと20万円台で買えるということで、福岡発にいたしました。そのため、私は普段羽田を使うんですけれども、羽田から福岡便の ANA をつけても、まだ安かったので、こちらの便にいたしました。お正月休みが終わった平日の羽田空港第2ターミナルです。保安検査場前もですね、このような感じで人もまばらで、だいぶ空いております。ここから保安検査場に抜けていきますが、先に手荷物を預けます。ちょっと初めてこの自動預け機やったんですけれども、結構簡単です。持っているアプリの搭乗券の QR コードをかざして荷物をこのようにこの中に入れて、出てくるタグをつけて置いておけば勝手に、荷物預けが終わるというような流れになっております。タグはですね、上の取っ手のところにつけておけば大丈夫です。で、この交換紙を受け取って納得終わりという流れです。簡単にチェックインもアプリでできますし、預け機も機械でできますので、サクサクと搭乗口までやってきました。57番ゲート ANA263 便、東京羽田発福岡行きの便になっております。ものは破損や水漏れの恐れがありますので、前の座席の下にお入れください。この日の便は夕方4時ぐらい出発だったんですけども、ご覧の通りガラガラでした。もう左右に人がほとんど座っていないです。ただ機材はかなり狭いですね。ボーイング777の300ですけれども、ちょっと狭くてですね、後ろの人からの衝撃が強い座席だなと感じました。機内安全ビデオはポケモンバージョンでした。ポケモンバージョンは私初めて見たのでびっくりです。こんなバージョンもあるんですね。ANA 安全ビデオ何種類あるんでしょうか。羽田の天気は雨の出発です。福岡までは約2時間、航行時間は約1時間半ないぐらいと言っていた気がしますので、もうあっという間に福岡空港に到着となります。ここで福岡で1泊して、翌日シンガポール航空に乗ってバリ島を目指していきます。はい、では福岡空港国際線ターミナルにやってきました。ここは1階の到着ロビーになります。本当はですね、博多駅の近くからタクシーに乗って来たので3階の出発ロビーに着いたんですけども、コートを預けようと思って、1階の到着ロビーの方が便利かなと思って1階降りてきました。で、ロッカーはこの右手にあります。で、このまままっすぐ行くと、上に行ける、エスカレーターがあるので、ちょっとそちらで出発ロビーに向かいたいと思います。到着口なんかもまだ工事中って感じなんですかね。ただすごい綺麗なエリアもあるから、完成したらすごい綺麗なターミナルになりそうですね。はい、出発ロビーですね。本当にレーンも A から N ぐらいまでしかないのと、本当にすごくシンプルな作りになっているので、いい感じです。で、シンガポール航空は F の、チェックインカウンターでして、さっきもチェックインは終わらせました。今もう待ち列ほとんどなくなっちゃいましたけど、さっき到着したのがちょうど出発2時間前過ぎぐらい、8時前ぐらいだったので、こんな感じですね。全然なんか緩やかな感じです。で、問題はですね、保安検査がめちゃくちゃ並んでる。こんなの羽田でも見たことないって感じなんですけど、しょうがない、これはちょっと並びますよね。では、ラウンジがあると言われたので、そちらに向かいたいと思います。JAL プラザがありますね。 JAL は福岡空港国際線は飛んでない認識なんですけど、さっきチェックインカウンターのスタッフの人も JAL の制服を着ていたので、 JAL 便があるんだろうか。いや、ないと思ったんだけどな。インチョン、プサン、バンコクなどなどですね。裏と、でも裏とが
JAL の共同便とかもありますね。で今回乗るシンガポールの SQ655、あとベトナムエアライン使ったのでハノイなどなどですね。出国審査終わりました。福岡空港の、保安検査先のエリアですね。いきなりちっちゃい免税店がありまして、でラウンジはもう目の前にありました。でここからエレベーターに上がって4階がラウンジ福岡だそうです。各航空会社共有のラウンジのようです。じゃあちょっと中に入ってみたいと思います。エレベーターで4階に上がってすぐにこのラウンジ福岡の受付があります。搭乗券を渡せば、すぐにラウンジを利用することができます。入り口向かって右がすぐ、もうこのダイニングエリアブッフェ台になっておりまして、この日はまだ松の内だったのでおせちがありました。筑前煮とか伊達巻きとかですね。そして飲み物は生ビールのサーバーがあります。隣には日本酒ですか、焼酎、ワインなんかがありますね。で、食事はこの時間は朝だったので、朝ごはんですとか煮物とか、大学芋とか、ちょっとこう福岡らしいものもチラチラという感じでした。で、入り口向かって左側は、こういったテレホンブースみたいなところがあったので、ここで電話もできますし、もちろんコピー機なんかもあったりとかしてビジネスラウンジって感じがします。窓も大きく出ておりますので、カウンター席からは今回乗るシンガポール航空の機材も見えるようになっております。ここが、入り口向かって右側のエリアになっていて、かなり広々としてソファーなんかも置いてあるので、ゆったりと過ごせます。食事台には福岡らしい明太フランスなんかも置いてあって、オーブンで焼くような格好で楽しめるものになっておりました。本当は豚骨ラーメンもあるって聞いたんですけど、この日はお蕎麦しかなかったので、明太フランスとビールをいただきました。ラウンジで過ごしていたら搭乗時刻となりまして、54番ゲートまで来ました。シンガポール航空の搭乗口です。ビジネスクラスのプライオリティレーンを使います。はい、では9時10分頃なんですけども、ボーディングが開始されまして、早い段階でビジネスクラスの、ゲートがオープンしました。ただこの前にですね、修学旅行団体っぽい人たちが先に乗っているので、一番乗りでは決してないんですけども、割と早い段階かなという感じです。こんなにはい、では機材の中に乗り込んできました。今回4レグお世話になる787-10の機材ですね。ビジネスクラスの座席は個室感のあるものになってます。このように水が置いてあったり、アメニティセットもすでに置いてあります。正面のモニターはこんな感じ。座席はこんなような格好で、パーテーションもついておりますし、枕や毛布もすでに置いてあります。前の座席と互い違いになっているような格好です。アメニティはスリッパですね。これはアイマスクが中に入っています。そしてこれが靴下ですね。靴下履き替えたいときにすごい便利です。そしてもう一つは、左手にあるこのヘッドホンですね。ヘッドホンパッドもついてます。ウェルカムドリンクでオレンジジュースをいただきました。安全のしおりですね。ボーイング 787-10 のしおりが書いてあります。福岡からシンガポールまでのフライト時間は約5時間強といったところですね。地上係員の見送りをもらって機は出発となります。福岡空港名物離陸待ちの列ですね。ちょうど朝の時間なので結構便も多い時間帯だったと思います。よく見慣れた福岡空港国際線で出発離陸していきます。いつもね、国内線しか乗ったことがなかったので初めての国際線としての離陸となりました。飛行機は離陸後すぐにぐるっと旋回をいたしまして、南の方向に向けて進んでいきます。すぐに飛行機安定航行になりまして、ドリンクとしてシャンパンをいただきました。そしておつまみにサテーもいただいております。一緒に、
貯金シートも来ました。これシンガポール航空バージョンを初めて見たような気がします。離陸を2時間後ぐらいするとランチが始まります。あらかじめお願いしておいた和食ですね。ご覧の通り、前菜やこのカツオのたたきなんかも乗っております。うどんもついてました。で、主菜の時にはちゃんとこういったお椀もついてきまして、お盆の形で提供されております。焼き魚ですとか、あとイクラのご飯ですね。もうすごく美味しかったです。福岡初だからかな。すごく美味しくいただいちゃいました。で、デザートは柚子のシャーベットと緑茶をいただいております。で、その後もチーズのセットかフルーツのセットかとこうテーブルに持ってきてもらったものをいただいておりました。5時間強ですのでご飯食べてちょっと横になったらもうあっという間にシンガポールに到着となります。気づいたらもう残り1時間となっておりました。無事チャンギ国際空港シンガポール駅は到着となります。この日はシンガポールもよく晴れておりまして、暑いシンガポールに一気に来たという感じです。Thank you. Bye bye. はい、シンガポール着きました。今3時ぐらいですかね。今気温は31度でさっきフライトのアナウンスで言ってました。ターミナル3に着いたのでこのまま好きなターミナル3のシルバークリスラウンジに行ってみたいと思います。まだシンガポールもニューイヤーシーズンなんかクリスマスツリーが置いてありますね。降りたところのすぐ左がラウンジでしたね。めっちゃ早い。超近かった。シルバークリスラウンジ戻ってきました。よかったこれで。ちょうど着いたところがラウンジの目の前だったみたいです。ラッキーでした。このままちょっとラウンジで過ごしたいと思います。機内食も食べたのであまりお腹も空いてないのですが、やはり目の前で作ってくれるものを食べたくなるので、こちらのラクサをお願いいたしました。また生ビールサーバーにはなんと一番搾りが置いてありました。キリンも海外販売に注力しているんですかね。ただ選んだのはシンガポールのクラフトビールクロスロードラガーというものでした。すっきりとして美味しかったです。ラウンジ休憩も終えゲートに向かいます。福岡出発時はバリ行きのゲートが決まっていませんでした。ゲートは第2ターミナル E11 です。やっぱりいいですね。フラッグシップキャリアって感じでシンガポール航空の機材がいっぱいありますね。 E11 はかなり奥の方です。はい、11ゲートに来ましたらもうボーディングガンが始まってました。で、日本人の方も多いのでやっぱりバリ島日本人の人気エリアですね。機材は行きと一緒の87点ですね。この機材に乗り込みます。ということで、乗り込んでみたんですけどガラガラです。多分座席もかなり選べたのでそもそんな多くないのかなって感じがします。座席はさっきと同じ 12K にしたので、全く状況は一緒ですね。はい、フライトがですね、多分昼を過ぎるとウェルカムドリンクでシャンパンが出てくるのかなと思います。朝の便はキャセイもシンガポール航空もオレンジジュースとかソフトドリンクしかないですよね。もういただいちゃいます。
機内はパイパーエドシックっていうシャンパンで、ラウンジはシャルルドエドシックみたいなですね。どっちも違う味が楽しめて美味しいです。でこのなんか機内でベラベラ喋ってるのはもう全然本当に周りにお客さんがいないので、ガチで本当こんな感じで出発しちゃうのかな。まだ全然出発まで時間があるんですけど、やっぱり年明けもう年始休みも終わってるんでしょうね、世界的に。先ほどの撮影の後、大家族が乗ってきて、周囲は無事満席となりました。偶然にもキャセイ機が並走しております。キャセイの新しいビジネスクラスも乗りたいですね。飛行機はほぼ定刻でテイクオフ。SQ946 シンガポールチャンギ空港発、バリ島ングラライ空港行き約3時間のフライトです。機内食はブックザクックでパスタを予約しました。サラダとケーキもついております。福岡を出発して約12時間、バリ島へ無事到着です。ビジネスクラスは本当に快適ですね。この後バリ島ではのんびりホテルで過ごすのですが、その様子はまた次の動画でご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。